こんにちは。こんにちは。シュガーケーンブランドディレクターの福富さんです。よろしくお願いします。シュガーケーン福富です。よろしくお願いします。今回、はい、福富さんにまた私は呼び出されてここにいるわけですけれども、ありがとうございます。今回は何ですか？はい、今回はこちらのデニムなんですけれども、はい。シュガーケーンの設立50周年を機に作られたスペシャルモデルになります。シュガーケーン50周年。はい。長いですね、歴史として。はい。対戦モデルで、はい。負けにメイドイン USA。ほうほうほう。はい。はい、そしてさらにこちらのネルポケットといったいろんな要素が一本に凝縮された。そりゃ特別なモデルですね。はい。シュガーケーン50周年と言いますと、はい、1975年ですね、はい、にブランドがスタートしていると。はい、はははは。ただ、シュガーケーンは1975年からなんですけれども、はい、うちの会社というか前身も含めると、はい、戦後から米軍関係に商品を納品してたりですとか、そういった歴史があるんですね。もう戦後すぐから、はい、事業がそういう米軍向けに商品を作ったり、はい、入れたりしてたわけですね。納品してたと。はい、で1975年に米軍の将校がシュガーケーンという名前を名付けてくださって、でそこからシュガーケーンがスタートしたという。もうずっとそういう意味ではアメリカとこう日本の架け橋みたいなことをずっとやってたんですね。そうですね。はい。はあ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 。今のような商品作りの源流となるのが、はい、1980年代ぐらいからスタートしてまして、はい、1980年代っていうと結構この復刻デニムを復刻するという意味では、はい、かなり早い部類ですよね。はい、で90年代に突入しまして、はい、アメカジブームが世の中に巻き起こって、その頃ヴィンテージとかでもいろんなアイテムに出会って、はいはい、いろいろ経験してステップアップしていった年代になります。はい、そうですね。で2000年代に入ってからが、今も販売してるんですけども、はい、スタンダードシリーズの1947モデル、はいはい、そして2005年に、はい、このメイドイン USA でジーンズをリリースしたんです。もともとジーンズを作ってた USA で作りたい、そこから1947モデルを中心としたメイドインジャパンのスタンダードデニムシリーズ、はい、あとメイドイン USA シリーズの2本立てでいろんなモデルをリリースしていきました。そうですね、いろんなモデル本当に作ってますもんね。はい、そして2023年からは、こちらの動画でもいろいろ紹介してもらったんですが、はい、SCSC シリーズ、今までのスタンダードデニムシリーズ、メイドイン USA とはまた違った、はい、掘り下げて、採算度外視で、突き詰めてやるっていう。はいはい、私も今日履いてます。SCSC シリーズは。ありがとうございます。はい、そして2025年にこちらの今までの歴史が凝縮された50周年を機に作られたという経緯になります。特別な一本ですね、これは。はい、はい、このじゃあ特別な一本、さらにちょっと踏み込んだところを教えていただけますか？はい、今こちらにあるこの一本は、最終サンプル、本生産前の最終サンプルになります。もうじゃあこれがそのまま商品化されるぐらいの認識でいいですか？はい、はい、そして、こちらが、初期のサンプルになるんですけれども、はい、こういった形で、これはすごいなんか気になった部分にいろいろコメントをして、これは細かいですね。仕様の修正ですか、これは。はい、もうミリ単位でいろいろ説明されてますけど、で、はい、そういったコメントをつけて、で実際に去年の夏なんですけれども、アメリカの工場に行ってきて、実際現場で裁断したものから組み立てるまでの、例えば
ポケットを作るところですとか、これはヒップポケットのこう付け方なんかも指示してるわけですかね。はい、ステッチワークなんかもパターンに全部書き込んでるんですが、自分の理想の形っていうのを何度もやり直してもらって。ははははは。いやこれね、いろんなこういう機械がミシンとかがね、こう全部これ違うところに打ってるわけですよね。特殊なミシンなんですけども、ベルトをつけるところですとか。これそうなんですね。わあ確かにね、ジーンズはパーツ多いですからね。パーツも多いですし、ミシンもその場所場所によってそっか、全部使い分け。特殊なミシンが、それぞれで稼働してるんで、でそういうステップを経てようやく完成したのが、これがもう本生産前の最終サンプル。最終サンプルですね。これが記念モデル、特別のモデルの最終サンプルやっと出来上がったということですね。はい。ようやくそのターゲットができました。はい。そして今なんですけれども、こういった形で裁断が終わって、これは生地をパーツごとに切ってるわけですね。そうです。そして縫製に取り掛かったところになります。この生地っていうのは日本で織った生地。日本で織った生地を輸出して、で向こうで裁断から始めるわけですね。それはそうか、型紙に合わせて裁断していくんですね。これ日本とはなんか変わらないんじゃないですか、裁断って。日本だと今だいたい20枚から25枚重ねて切るんですけども、アメリカの場合は最大60枚まで重ねて切ることができます。やっぱりなんかもうその辺の豪快さもちょっとアメリカっぽいというか、メイドイン USA ならではの裁断なわけですね。例えば生地なんかも、今回こちらのデニムは日本から持ってってるんで、狭幅の50メートル巻きですけど、アメリカで実際デッドストックとかである生地はその倍の100メートル巻きだとか、日本だと担いで運ぶんですけど、もうフォークリフトで運ぶのが前提という、そういったスケール感の違いっていう。工場も広いでしょうからね、日本と違ってね、通路が。これで今裁断がもう終わったところですね。じゃあそうなるとここから縫製に入ると、一気に組み立てに。先ほどもちらっと触れたんですが、こちら、メイドイン USA ではあるんですが、デニムに関しては日本メイドインジャパンのデニムを使っています。この生地はどういう生地なんですか？1940年代中期の、いわゆる対戦デニムなので、いろいろこう物資統制を食らって、繊維も短くて、こういったザラザラした風合いの凹凸のある、そうですね、生地ですね。後ろなんかもすごいネップが出て、結構荒々しい。そうですね、これ色落ちしたらかっこよくなりそう。ただこちらのデニム生地も簡単にできるものではなくて、そうですよね。先ほどちらっとシュガーケーンの50年の歴史でも触れたんですけども、ちょっとここにあるんですが、スタンダードデニムシリーズ。スタンダードいろいろありますもんね。1947、これが1936、そして55。今この3つしか持ってきてないんですけども、スタンダードシリーズはこれ以外にも何種類かありまして、ここで得たノウハウを使って、さらにその対戦生地を4種類再現するという。これが SCSC ですね。スタンダードからこの対戦4種類で、今回こちらの生地に関しては、この1943モデルがベースになってます。最初の年にやったのが43モデルでしたね。そしてこういったキャラの違うもので得たノウハウを生かして、今回また新たにこういった糸のピックアップ、これ前にも SCSC の時にもね見せていただいた、本当にムラの激しい、しかも面カスとかも残ってる生地なんですけども、今回こちらの2種類の糸の中から、これに使われてるのはこちらの B の糸。 B ですね。よりこう荒々しいというかネップのあるような感じに見えますけれども、そうですよね。
ムラの強弱が激しいですね。あ、ムラが強いですね。はい、ほほほほ。で、はい。ロープ染色に関しても3通り出しまして、今回はちょっとこの若干赤みのあるこの2番あります。ほほ。こうやって出来上がった糸をはい、次シャトル織機にかけていくんですが、はい、まあ、以前もお伝えした通りに、はい、普通に織るのではこの風合いは出ないので、はい、工場岡山でね、はい一緒に行かせていただきましたけれども、シャトル織機をはい調整してもらって、はい、超ローテンションにほほほほ織って。もらって、はい、ようやくこの風合いが出ます。出ると。はいものすごい時間かかるんですよね、あれ。はい、時間かけてゆっくり折った生地、はいっていうことですね。これも全てがこうつながってるわけですね。そうですね。はい、もう継承されたノウハウがここに到達、最高到達線と言っていいんですかね。まあ最新のはい、生地ですか。はいってところにやっとたどり着いたと。ようやくできた生地。すごいですね。これはもう本当にシュガーケーンの歴史がそのままこのに全部詰め込まれたと、はい、生地と思っていいですね。これは。まあなかなかここまでいろいろやってるところもないとは思いますね。特別な生地ですね。はい、はい。このデニムのはい。もう一つの特徴であるはい。はい。こちらのそうでした。そうネルのでした。袋地なんですけれども、実際これ今グリーンベースじゃないですか。はい。ブルーベースのものははいヴィンテージで見たことがあるんですね。あ、これと同じ柄はいでブルーなんですね。はい。でグリーンのものは直接直に見たことはないんですけど、なんでこれを採用してるかっていうと、はい。もう一つストーリーがありまして、革ジャン。はい、革ジャンが出てくるんですか、ここで。こちらのレザージャケットの裏地に使われている、これヴィンテージの革ジャンですよね。はい、ヴィンテージの革ジャン。はい。こちらの袖から切られてる。はい、ここから糸を分析して再現した袋地を使っています。これヴィンテージの革ジャンのはい、裏地を切っちゃったんですね、じゃあ。はい、はでまんま同じ柄をこれ再現できたわけですね。なんで、そういうことをしてるかっていうと、まずこちらのレザージャケットなんですが、同じ時代の対戦モデルになります。ってことは1942年以降。42年以降の、分かるところが、例えば30年代だとバックルが使われてるんですけども、サイドのアジャスターですね。金具が省略されて、ゴムのアジャスターになってたりですとか、あとファスナーが対戦機のものを使用してたりですとか、あと30年代こちらのジャケットは本来ウールの裏地だったんですけども、その統制を受けてコットンのネル生地を使うしか仕方がなかった。じゃあこの革ジャン自体がもう対戦モデルなんですね。はい。しかもですよ、さらにこのレーベルを見ていただきたいんですけども、ラフインなんか似てますね。でしかも地名がミドルタウン TA、実はこちらが A2 とかでおなじみのラフウェア社の民間レーベル、ラフインレーベルっていう。軍に納入してた A2 はラフウェアだったけれども、民間用はラフインっていう名前でやってたんですね。スポーツコートをリリース、何型かリリースしてたのを確認しています。こういったレザージャケットだけではなくて、当時ラフウェアはデニムのオーバーオールを作ってたりですとか、そういうワークウェアとかも作ってたというワークウェアもやってたんですね、ラフウェアっていうのは。なので今回、こちらに使われているこのコットンのネル生地を、デニムの袋地にぜひ使いたいと思いまして。いや実際ありそうですもん。当時あったかもしれないですね。となると面白いですね、これは。先ほども言ったんですけども、これのブルーバージョンはもう実際確認できてるんで、対戦モデルの袋地でこれの色違いが実際あると。グリーンバージョンがあってもおかしくはない。
当時そうですよね、それは話としてすごい辻褄が合いますねこれ、もしかしたらこれから出てくるかもしれないですね。まだ見つかってない対戦モデルのヴィンテージで。はい、そういったのもあってぜひこれをっていう使いたかったわけですね。今回採用しました。ものすごい説得力のある記事だったわけですねこれは、ただのネルじゃないと。はい、今回の50周年、シュガーケーン50周年のスペシャルモデルですけれども、アメリカ製メイドイン USA で、書いてありますけどメイドイン USA で、対戦モデルで、しかもこういうね特別な思いのあるスペシャルな袋地がね、使っててというところまで今日は説明してもらったんですけど、まだ他にも当然聞かなきゃいけないディテールはあるなと思うんですが、もうちょっと他のディテールだったりも詳しく聞いていきたいなと思うので、ぜひちょっと何回かに分けてこれ説明をお願いできたらと思います。ぜひ深掘りさせてください。このスペシャルなメイドイン USA 対戦モデル、ちょっと追っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。